ではごゆるりと。そうですね。ここで一緒に寝起きすることになるのでしょうか。少々怖いですね。そういうことではなくってですね。一つところに集めて見張るということは、処分するときまとめてできるということでもあって、圭介様のスケベ。それこそ今に始まったことではありませんよ。とはいえ、健介様はともかく、確かに外への警戒はしておいた方がいいかもしれませんね。むふう、大丈夫なのです。そんなことされる前に綾菜が武田の人たち全員やってやるですから。獲物もないのにですか？トンボ切りちゃんと持ってるですよ。でもてっきりかよさんの槍とまとめて運ばれているのだと思いましたが。私の槍はそうですが、綾菜のトンボ切りはちょっと特殊ですから。特殊とはどういう？確かこの辺に。じゃーんです。どこをどうすれば？綾菜のトンボ切りは名工藤原正実さんが作った便利な瞑想なのですよ。まずは収納機能です。こうやってこう。なくなりました。これはもはや妖術としか。妖術だなんて失礼なのです。おにぎりだって出てくるですのに。中に大容量の収納があるですよ。あとは喉が渇いたら水筒も出てくるです。でも水筒は前に健介様も使ってるですよ。この間春日山に登った時です。あとは手の届かないところの枝を便利に切れるですし、遠くの敵も叩けるから峰打ちもできるですよ。まあ使い方を間違えたら外れが出てくるですけど、とにかく綾菜とトンボ切りにお任せですよ。しかし武田の情報収集力侮れませんね。お盾の乱の時に突如現れた少年のこと、
しばらくは考えないようにしておりましたが。まさかあの少年のことまで提示していたとは。武田は山国ゆえか、草の活動が活発なお国柄ですが、晴信殿が棟梁になってからは、さらに草の育成、強化に努めているという話を聞きます。ほう、よく知っておられますね。私たち松平衆にとって、美濃の斎藤が久遠様に下った後は、最寄りで一番の大国でしたから。仮想敵国と言っても過言ではありませんでした。でも武田は松平のことなんて何にも気にしてないみたいだったですよ。ムカつくです。ですから私たちも服部家を筆頭に優秀な諜報部隊を育成していたんです。コナミさんを見れば三河の伊賀者たちの質の高さも見て取れますね。甲斐の主な草は確かあやな、なんだっけ。あやな、知らないですよ。よくお分かりになりましたね。気配ですか？気配は消していたつもりだったのですが、自分の勘が鈍っているのでしょうか。修行し直さなければ。健介様の女の子に対する直感のようなものですか。そんなものが。いずれにしても長旅お疲れ様でした。移動距離はそれほどでもありませんでしたので大したことは。それよりもどうやら私の潜入には気づいている様子で、屋根裏に一人同業の者が。それ以外は周囲の部屋にも怪しい影はおりませんでした。放置ということですか？いえ、遠くの部屋を探りに行こうとすると遮るように動きましたので、自分の行動範囲も絞られていると考えた方が正しいかと。それで自分は甲斐の忍びのことをお話しすればよろしいですか？向こうはこちらのことを把握済みですから、おそらく聞いても聞かなくても状況は変わらないかと。承知。武田の諜報機関についてはいくつか存在を確認されておりますが、まず全国津々浦々の情報を集める歩き巫女と呼ばれる集団があります。この集団は女性のみで構成され、大社の札を各地で売り歩くことを生りとしながら情報を集める一団です。以前春日山の町で我々が行った諜報活動を全国規模で行っていると思っていただければよいかと。それが足長の異名を取るゆえんですか。はい。他に三つ物と呼ばれる我々のような官庁集団と、真田家に預けられている吾妻衆の3つが存在します。この辺りに関しては我々にもあまり情報がありません。申し訳ございません。それにしても情報を得るためにそれほど力をかけるとは
武田の強さは兵だけではないということですか？しかし官庁門を維持するにはかなりの金子が必要になります。甲斐は痩せた土地、一体どこから？甲州金の力でしょう。甲斐の金山から取れる金の総称です。甲斐は最近編み出された新技術で金を通常よりも多く抽出しているとか。それにもともと甲斐には金山が多くあると言われています。資金の出所はそのあたりでしょう。一筋縄ではいかないでしょうね。もう、あやなったら。申し訳ありません。そうですね。あ、すぐにお布団を敷きますね。では、私は荷物の整理をしておきましょう。かよさん、私も手伝います。健介様は、あやなをどけておいていただけると。天下一ですよ。健介様、もう大丈夫ですよ。誰が添い寝をするかで揉めまして。妥協案としてこのように。あやなはすでに眠っておりますれば、足元の布団で決定としております。というわけで、いざ御神におなりくださいませ。はい。いつも健介様は見上げるばかりでしたから、見下ろすというのもなんだか新鮮で。眠れないなら子守歌でも歌って差し上げましょう。健介様！
健介様、健介様。なんだか周りが騒がしいです。はいです。たくさん寝れたです。しー。あやな、声が大きいわよ。おはようございます。明かりは外から入っていますから、中の様子は見えないかと思います。騒々しいですね。何かあったのでしょうか。ご主人様。それが。新田圭介、親方様がお召しだ。お召しだ。お召しお召しだと言っているのでは？何ですか？嫁たちを連れてついてくるのら。急ぐのら。健介様。はい、なんとか。眠いというわけではないのですが、まぶたが重く、まるで寝屋で健介様にのしかかられた時のように、下まぶたに覆いかぶさってくるのですよ。健介様。そっちじゃないのら。どこに行ってるのら。色なら蔵の途中にあるから、そこで洗うのら。はあ、よくわかったのらね。そうなのら。
トトは高坂蘭城正信、通称はトトラ。蘭城ら。だから蘭城って言ってるのら。団長のことでは？だから蘭城って言ってるのら。バカにしてるのら。子供扱いしないでほしいのら。淑女に対して失礼なのら。初めからそう言えばいいのら。なるほど。ではあなたが武田にその人ありと言われ始めた逃げ団長高坂殿なのですね。そうなのら。えへん。はい、武田に四天王あり、不死身の馬場身の天下の副将内藤正秀、赤備え山形正景、そして四天王の最後の一人が今目前におられます逃げ団長高坂正信殿なのです。ふふん。違うのら。トトは退却なんてしないのら。高坂殿のおっしゃる通りです。本来異名で逃げるなどと呼ばれるのは大変に不名誉なことなのですが、こと高坂殿に関しては違う意味を持つのです。正確な情報収集と分析力、そして慎重かつ明晰な判断力を備え、無謀な戦はせずに引く。ただしひとたび戦えば必ず勝つ。まだお若いですが、すでに名将の風格ありと。当たり前なのら。だから逃げないって言ったのら。でも春日様たちはトトよりもっとすごいのら。棟梁である晴信様、そして御妹君の天蠣様武田四天王、武田が日の本一の強国とまで噂される理由はまさにそこにあるのでしょう。ふむふむふむ。お前たちはなかなか見どころのある者たちら。人は石垣、人は城。親方様のこの言葉を皆で守って力を合わせているからこその武田軍団なのら。そうですね。国を守るのは兵や軍ですが、突き詰めて言えばその兵や軍を司る人物も皆人。人こそ国を支える石垣であり城であり財と思え。鎌倉以来の名家といえば聞こえは良いですが、ボンクラ揃いの古ぼけた棟梁が多い中、武田晴信殿のこの言葉はやはり尋常ではなく思えますね。そうなのら。我ら武田は光様という嫌いな名君を要す日の本一の国なのら。なのに親方様はどうしてこんなレクノートを。親方様には我らには伺い知れぬ深いお考えがあるのですよ。そうそう。親方様が決めて間違ってたことなんて一度もないんだぜ。それよりトトちゃん、春日さんがお待ちでしたよ。春日様が。
それじゃ先に行くんだぜ。待ってよ、コナちゃん。さっさとついてくるのら。ちゃんと鬼と戦えるやつらなのか、トトがちゃんと見定めてやるのら。遅いぞお主ら。天球様や親方様を待たせるとは何事だ。ごめんなさいのら、こいつらが。構いません。急ぎ軍議を始めましょう。名乗りは後で上がります。大まかなことは聞いて上がりますか？いいで上がりますか？して現在の状況とは。それも道すがら説明を。まずは方策を決めましょう。春日。はっ。敵の鬼は大護を作っております。下山からの早馬の話では、山狩りで取り逃した集団がそのまま北上、近くの集落を目指しているとのこと。今回は心と粉雪の隊が遠方の東側、天球様率いる一門衆がご詰めですゆえ、我々は手近な西を叩きます。我々に任された集団はどこまでですか？我々は西の2つを叩く。2つとはいうものの、双方の動きに協調はなく、バラバラに人里を目指しておる様子ですな。奥の部隊の近くに集落があるのら。そこに近寄られる前に叩いて、返す刀で手前を叩くのら。手前の部隊の周りに人里はないのですか？ないとは言わんが、少々距離があるゆえ、我らの機動力なら引き返して叩いても十分間に合う。奥の隊の方が近い分、そちらが怖い。いわゆる増票に分類される連中ですからな。そこまで大きくはありませぬ。我らであれば一人で十分戦える相手でしょうが。兵を貸せと？5匹を3人なのら。実行用に5匹なんて、あやなだけで十分なのです。頼もしいな。ですが、客人の健介殿らを単独で動かすわけにも参りませぬ。今回はトトの策を取らせていただいてもよろしいか？すまんで上がりますな。ご心配はもっともですが、守るべきは摂らの国の民。こちらが捕らえた以上、指一本とて触れさせはしませぬよ。よろしいですかな、親方様。ええ、それで動きましょう。それとで上がりますな、健介殿。手伝えと言っておきながら、大変申し上げにくいで上がりますが。私たちは残れということでしょう。人質です。あやな、そんなこと言わないの。とはいえ、そう言われても仕方ないで上がります。
本陣には夕霧が詰めるであがります。お二人に比例を働くようなことはしやがりません。健介様。はい。いずれにしても、早馬での我々は足手まといですから、残るつもりでおりました。無事なお帰りをお待ちしています。承知しております。お二人の身はしかと。では総員騎乗、遅れを取り戻すぞ。何でありましょう。それは知っておいた方がよろしいでしょうな。構いませんかな、親方様。ええ、頼みます。知っての通り、武田は甲斐を本拠とし、信州の大半をも支配しておりまする。そして先代より続く悲願である甲斐信濃の統一を目指すべく、今も日夜戦っている。ここまではよろしいか。はい。とはいえ信濃の制圧は決してたやすい事業ではない。中でも摂らの待望を阻む2つの壁が、忌々しい越後の長尾景虎と、さよ初めて会うたのは東信濃の砥石城にて辺りを治める村上と戦をした時でござった。あいつら突然現れたのら。我らもその時は鬼のことなど知りもしませんでな。故に兵や馬は強行を起こし、被害も大きく、悔しいかな、撤退を選ぶしかなかった。武田が二度も負けたりしないのら。とっくに落として鬼どもも全部値切りにしてやったのら。トトの言う通り。それが織田が田楽狭間で今川を破る少し前に起きた出来事にござる。砥石崩れの噂は聞いていましたが、まさかそのような真相が。武田の数少ない負け戦の一つだ。こちらもより多くの情報を集めようと村上の一門を捕らえましたが、誰一人として詳細を知る者はおらず、ある日当主のもとに客人が訪ねてきて、力を貸すと言われたらしいとの情報だけは判明したのですが、はい、少女とも少年ともつかない子供とのことでした。けどその鬼がまた出てくるようになったのら。値切りにしたんじゃなかったですか。砥石の鬼どもはな。次に現れたのは砥石周りではなく、もっと南からだ。今回と同じ流れというわけですか。さよ、不審に思った摂らも調査を行っていたが、どうやら駿府から流れてくるらしいことが分かってな。こたびの鬼どもは砥石の時とは比べ物にならん数でな。一軍となって襲い来ることはないものの、今回のように数匹の徒党を組んでは次々に山を越えてくる。おかげでいくつも里が滅んだのら。もともと甲斐は痩せた土地を開くには山の端を細々と切り開くしかなくてな。そこに住む民をやられ申した。ここもですか。そんなの尾張の弱卒と一緒にされたら困るのら。
トトたち無敵の武田軍団に比べれば、そんなものの数れは。バカモン、その慢心が敗北を呼ぶのだ。いえ、吉本公が撃たれた後、内乱が起きたという報を最後に草からの連絡も途絶えました。こちらからも何度か草を放ったものの、戻ってきた者は一人もおらぬのが現状。悔しいかな、この日の本で武田の見識の及ばぬ数少ない場所である。規模の差はあれ、越前のような状況になっているのですね。おそらくは越前と東海道の駿河、この2カ所が日の本全土に広がった鬼の拠点となっているのでしょう。今のところは何も。見えてきたのら。2、3人で小物を1匹相手取るのがせいぜい。セツとトトなら1人で1匹仕留められるが。それでは新田勢のお手並み拝見といこうか。こちらも遅れを取るでないぞ、トト。任せるのら。はい、鬼どもぶっ殺すです。お任せください。であれば総員かかれ。心配でやがりますか？いえ、この程度のことでいちいち心配していては身がいくつあっても足りませんから。ふむ、確かに健介殿であればさもありやがらん。それよりも夕霧さん、一つお伺いしてよろしいですか？なんでやがりますか？春信殿はどうして今回の出陣に同行を？と言いやがりますと。前線に立たねば沽券に関わるとお考えの我らのお頭と違い、武田の春信殿が前線に赴くのはよほど重要な戦のみと聞いておりますが。それだけ健介殿を重く見やがるという答えでは不満でやがりますか？それが本物の春信殿であれば納得もいたしますが。姉上は武田家中の誠の切り札でやがりますよ。なるほど。ではやはり。遅いですよ、健介様。なるほど、確かに鬼とも戦い慣れているようですな。お疲れ様でした、健介殿。では急ぎ引き返して残る一団を。大変です。どうした？物見の報告でもっと南にもう一部隊、
こことローテーロの鬼の群れが。であれば健介殿、北の一団を任せてもよろしいか。節は南に向かう。事態が事態ですゆえ致し方ありますまい。案内がたらに手勢を半数と。私も同行します。トトや春日を監視役につけては隊を分ける意味がありません。ここは私が引き受けるべきでしょう。健介殿、この意味お分かりいただけますな。ならばよし。3人の戦いぶりを見られなかったのは残念ではあるが、行くぞトト。新田健介、親方様に何かあったら承知しないのら。では私たちも急ぎましょう。早く戻らねば鬼が人里についてしまいます。はい。それはまたいずれ。今はまず鬼を退治することを。大丈夫ですよ。夕霧よりも早くないです。そうですね。このくらいならなんとか。多分それはかなり加減があったと思います。いつもは春日もトトももっと早いですから。そうなのですか。健介様、見えてきたです。お任せなのです。ふにゃー。アヤナは何匹目？こっちは3匹倒したわよ。アヤナはもう5匹目ですよ。
残り1匹、アヤナがいただきです。うわなんだ、こっちはもう終わってるんだぜ。他はみんな旦那たちがやったんだぜ。ほらほら、コナちゃん。そうやってジロジロ見てちゃ失礼でしょ。だってよ。粉雪、心。親方様、東の鬼の群れを追ってきたのですが、トトちゃんたちは？もう済んだのら。こちらも終わったようでありますな。随分と時間がかかっていたようにも見受けられるが。値切りにしてやったですよ。ほう、それを3人で仕留めたとはなかなか。最後の1匹はあたいだったんだぜ。なあここ。はいはい、そんなにすねないの、コナちゃんってば。新田健介たちの移動が遅すぎるのら。そちらの鬼はどうなりました？問われるまでもない。して心たちはどうだ？東の総統は終わりました。これで当面は大丈夫だと思いますが、しばらくは下山とも連絡を密に取り、警戒を厳にするしかあるまいな。やはり先ほどのお二人が四天王の残るお二人だったようですね。そういや名乗ってなかったんだぜ。あたいは武田家先鋒大将、山形源四郎粉雪正景。コナちゃん言うな。それを言っていいのはここだけなんだぜ。呼び捨てかよ。綺麗か？なら特別に呼んでいいぜ。そうだぜ。では次は私ですね。小荷田奉行内藤首里之助心正秀と申します。心とお呼びくださいな。ただの雑用係ですよ。武田の台所も賄っておりますので、お腹が空いたらお声掛けくださいね。けどセツとトトのことはもういいな。では戻って報告の席を設けるとしよう。